制作編の動画で作成したワンルームロフト付きタイプのアリシークスです。石膏を使った飼育ケースになっていて、ケースの中央部と、外側とでは、石膏が接していません。外側には給水が可能で加湿ができるんですけれども、内側のケースには、全く給水が、いかないという仕組みになっていて、乾燥した状態を保つことができます。これによって、飼育室の中で、アリが乾燥した部分と、湿り気のある部分、どちらか好きな方を選べるような、構造にしてみました。今回は引っ越し編ということで、この飼育室に4つ星オオアリのコロニーを入居させてみることにしました。壁にベビーパウダーを塗布したトレイを用意します。そして、今回制作した、ワンルームロフト付きタイプの飼育室を、トレイの中に置きます。そして、今回、この飼育室に入ってもらう4つ星オオアリのコロニーです。このですね、真ん中の四角い石膏室の床面を掘られてしまったのと、コロニーが成長してきているので、今新しい石膏室に引っ越しを、必要としているコロニーということですね。では、引っ越しの作業に入っていきたいと思います。まずは左側についていた丸い小型の石膏室は、このまま生かして新しい飼育室にも接続することにしました。理由はですね、女王をはじめとする、コロニー本体が主に使っていた部屋になるので、一応住み慣れた部屋を一つ残すということで、この部屋だけは引き続き使うことにしました。で、真ん中の、四角い石膏室に関しては、床面掘られてしまっているので、こちらはもう使わずに新しい石膏室に置き換える、というような流れにしたいと思っています。なので、餌場とですね、真ん中の、四角い石膏室は解体をして、引っ越しを促そうかなと、思っています。はい、ではこんな感じで引っ越しの準備が整いました。右側に置いた今まで使っていた石膏室は、蓋が取ってあるので、もうアリたちにとっては居心地のいいスペースではなくなっているはずです。また、周囲はベビーパウダーで、塗られた壁に囲まれているので、アリたちがここから脱走することはできません。で、真ん中の石膏室は、蓋がついてますし、湿度もある程度保たれているので、アリたちが気に入ってくれれば、このケースに徐々に移動してくるはずです。あとは、時間が経過するのを待って、アリたちが自然に、新飼育室に入ってくるのを待ちたいと思います。引っ越しを待つ間、まだ飼育室に入っていない、ワーカーたちの姿を見てみることにしました。これは立派なメジャーワーカーですね。6ミリ少々ある、最大サイズに近いメジャーワーカーです。普段は、飼育室に蓋がついているので、なかなかクリアにアリの姿を見ることができないんですが、こういう引っ越しの時は完全に蓋を、取り払ってしまうので、蓋の、アクリルとかポリカーボネートを、隔てない形でアリの観察ができるので、ちょっとそういう部分で嬉しい瞬間であったりもします。四つ星オオアリもこうよく見てみると前胸が、胸部の前の部分ですねが、結構褐色があるんですね。あとは美しいやっぱり四つ星の星模様ですね。これがやっぱり綺麗なアリだなと思います。それから掘られてしまった、石膏の部分も、解体して取り出してみました。これがケース裏面にあった部分なんですけれども、綺麗に掘られてますね。アリたちがちょっとずつかじって、だんだんと掘っていった穴になると思うんですけども、こうアリが、かじって開けた穴とは思えないような綺麗な造形ですね。とても滑らかですし、なんかちょっと芸術的な感じがします。それから石膏の部分触ってみると意外とですね、結構湿り気がありました。四つ星オオアリ樹上種のアリなんですけれども、結構湿った石膏の中に住んでいたんだなということが分かりました。
約1日ほどで引っ越しの作業は全て終了しました。4つ星終わりのコロニーは、新しい石膏ケースがつながったこの、飼育セットの中に全て移動を終えました。ただコロニーのほとんどは今まで使っていた左側の、丸型石膏巣の方にぎゅうぎゅう詰めに、入ってしまっている状態なので、まだ新しい飼育巣には馴染んでいない様子ですね。どちらかというと元々の飼育ケースが解体されたので、とりあえず安全な方に移動してきたという、段階でしょうか。数日が経って、巣の中を見てみると、最初よりもだいぶ、アリたちが入ってきましたね。まだ外側のスペースがいいのか真ん中の、スペースがいいのかちょっとまだ測りかねる部分ではありますが、真ん中の、乾燥したスペースにもアリがいますし、外側の湿った部分にもアリがいるという状態ですね。とりあえず少し、空間に慣れてきたという感じでしょうか。女王の居場所を探してみました。ここに女王がいたんですけれども、これはもともと使っていた小型の石膏ケースの方に、女王がいた形です。それから、コロニーの中心部である、女王と、それからたくさんの繭や幼虫、こういったものがまだもともとの小型ケースの中にとどまっているという感じですね。まだ新しい石膏巣の方には、コロニーの一部が入ってはいるものの、中心部はまだこの小型の石膏ケースという認識でいるようですね。さらに数日が経ちました。ワーカーの数がさらに増えてきましたね。左上と右下、それから真ん中あたりに、アリの、ワーカーたちの塊が見えますね。少し、様子が変わってきたような気がします。ワーカーたちが固まっている部分を近づいて見てみると、どうやらこれ幼虫が運び込まれているようですね。このスペースを、巣の一部と判断し始めた兆候ではないかなと、思われます。この左上にもワーカーたちが固まってますね。何か白いものも見えます。ここには、かなりの数の、おそらく幼虫と卵ですね。あと繭も見えます。これも、巣の一部として認識し始めた、兆候ですね。こういうのが見られると、引っ越しが進んできたんだなというふうに思います。さらに時間が経過すると、巣の真ん中部分にひときわ大きな塊ができていました。明らかに、外側の湿った部分にはアリが少なく、真ん中の乾燥した部分にはたくさんの、アリがいることがわかりますね。大きな塊の中心には女王がいました。ついに、新飼育巣の方に、女王とコロニー本体が移動したという感じでしょうか。女王の周りには、卵塊や繭、そしてたくさんのワーカーたちが見えますね。それから大きなスペースに移動してくれたということで、やっぱり女王の姿とかは見やすいですね。いい感じで観察ができるのではないかと思います。卵塊の卵の量もなかなかですね、結構たくさんの卵があります。新しくより大きなスペースに移動したということで、これからのコロニーの拡大も楽しみですね。新しくより広い飼育巣に移動したことで、美しい四つ星終わりの姿がより観察しやすくなりました。この四つ星終わりのコロニーの成長を、これからさらにクリアに見守っていきたいと思います。ということで今回は前回の制作編の動画で作成したワンルームロフト付きタイプのアリ飼育巣に四つ星終わりのコロニーを引っ越しさせてみました。
今回の飼育室では、中心部が乾燥エリア、周りが加水エリアということで湿度が、2つあるという飼育室になったんですけれども、4つ星終わり、樹上種ということで、おそらく乾燥気味の環境を好むのではないかと、予想されましたが、やはり最終的には予想通り、乾燥気味の環境の部分に、コロニーが移動したという形になりました。アリを飼育する上で、給水というのは欠かせない、部分だと思うんですけれども、種類によってまたコロニーによって、どれぐらい給水したらいいのかというのが、ちょっと悩みどころの一つではないかと思うんですが、今回のこの飼育巣を、使うことによって、給水はしつつも乾燥した部分も確保することができる、ということで給水の悩みが一つ、和らぐのではないかと思います。今回は4つ星終わりを入れてみましたが、乾燥気味を好むアリたちは真ん中のスペースに、入ると思いますし、逆に湿り気のある環境を好きなアリたちは、おそらく外側の、湿ったスペースを好むのではないかと思います。いろんなアリの種類を、このタイプの石膏室に入れてみることでもしかしたら、乾燥や、湿り気の好みですね、こういったものも検証できるのではないかと思うので、もしよかったらこういうのも試してみると面白いのではないかと思います。ということで今回は、ワンルームロフト付きタイプのアリ飼育室に4つ星終わりを引っ越しさせるという、様子をお届けしました。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。